こんにちは、赤です。今日はですね、ちょっと出かけたいなと思ってまして、久々に平日休みなんですよね。で、予定としては、ソニーストア行って、α7-4を、実機ちょっと見てこようかなというところと、あともう一つは、ワイシャツですね。ワイシャツのちょっとオーダーのものを作りに行きたいなというところで、二つ用事があります。あとはお昼ご飯とか、カフェでどっかゆっくり、マックでも広げてちょっと作業しようかなっていうところですね。でも見てくださいよ、これ。外なんですけど、雪積もっちゃったんですよね。今日も結構雪かきしてから、外に出ようかなというところではあるんですけど、ちょっとまた降ってきましたね。車乗ってます。iPhone の内蔵マイクなんですけど、ちゃんと音取れてますでしょうかね。結構車の音うるさかったり、ところどころこうガタガタっと道がなってるんで、若干うるさくなってるかもしれないですし、あと映像結構揺れるかなっていうのはちょっと思ってるんですよね。そのあたりも含めて見ていきたいところなんですけど、今日最初に行くソニーストアなんですけどね。ソニーストアの用事っていうのは、α7-4ですよ。以前、α7-4ですね、ざっと特徴を動画でご説明したんですが、いよいよ日本で発売となりました。ちょっと前から予約はスタートしていたんですよね。で、私の用途としては、ソニーの FX3、あっちがメインのカメラなんですけど、動画のサブカメラとして導入したいなという部分と、あとはやっぱり写真ですね。秋口にですね、FX3 を持ち出して、ちょっと写真撮ってみてたんですよ。で、これがまたすごい綺麗な写真撮れるんですよね。なんといっても FX3 って中身は α7S3 じゃないですか。全く同等の絵作りっていうのができるんですよね。で、これは綺麗だなというふうに思って、すごい満足はしてたんですけど、どうもやっぱり動画カメラということで、写真を撮るのに適してないんですよね。操作系があんまりよろしくないなっていう部分があるのと、なんといってもファインダーがないんですよね。で、日中の屋外で写真撮ろうとすると、モニター全然見えないんですよ。で、やっぱりファインダーのついた、カメラ、写真用のカメラっていうのがちょっと1台欲しいなというところなんですよね。で、果たしてそれが α7-4 なのか、FX3 を使ってるからっていうことで α7S3 なのか、そこがちょっと迷いどころなんですよ。どちらにしても、すぐには買えないと思うんですよね。ちょっと今年は MacBook Pro を買ったりとか iPhone 13買ったり、割と年の初め頃に、FX3 買ったりしてるんで、ちょっと難しいかなっていうことで、来年、どちらかをちょっと買いたいなというふうに考えてはいるんですよ。そうすると、この2つってなかなか甲乙つけがたいんですよね。で、写真をメインで考えるんだったら、やっぱり断然 α7-4 なのかなと。3000万画素ありますんで、トリミング耐性っていうのがありますよね。写真を撮った後で、角度調整したりとか、ちょっと切り抜いたりしたいとか、そういう用途がある場合は、3000万画素っていうのはすごく大きな武器になるんですよ。じゃあ動画性能はっていうところではあるんですけど、まず 4K が 60p 撮るには、APS-C サイズで 1.5 倍にクロップしなければいけないと。4K30p だったらフルサイズで撮れるのかなというところなんですけど、そこら辺の映像表現として難しいなと。FX3 今私 4K60p で再出力してるんですよね。そこまでいらないよって思う方多いと思うんですけど、どうにも24p とか 30p とかカクカクしててちょっと気になっちゃうんで、
4K60p っていうのはすごくね、私しっくりきてるんですよ。場合によっては FX3 だと 120p でスローモーション撮影もできますしね。ただそのメインカメラと完全に動画性能を合わせなきゃいけないのかっていうところはちょっと難しい。そこまでじゃなくていいのかなと。完全に 4K60p で撮影しようと思ったら APS-C サイズにクロップするっていうところなので、そうするとちょっと広角気味のレンズが、欲しくなるのかなと。今よく使ってるレンズとしては16-35mm の GM レンズっていうのがあるので、それで撮るっていうのもいいとは思うんですよね。で、広角端で 16mm、APS-C サイズにトリミングするとなると、24mm 相当です。で、α7 IV の、目玉機能とも言えるのかな。フォーカスブリージング抑制機能というものがあって、それをオンにするとちょっとね、トリミングされるっぽいんですよ。なんで据え置きで撮ったとしても、この 27mm とか、28mm 相当からスタートということで、ちょっと広角がね、足りない、もうちょっと広く撮りたいなという用途もありますよね。ただここでもう一つ悩ましい問題があるんですよ。α7 IV と α7S3 を比べたときに、ものすごい違いがあるのが、ファインダー性能なんですよね。α7 IV も α7 III から比べると、ファインダー性能上がってるんですよね。確か369万ドットだったかな。結構解像度が上がってて使いやすくなってるというところなんですよ。写真を撮る分に、ピントの山をつかむとか構図を決めるとかっていう用途では全然 OK ですし、ピントの山に関しては結構拡大とかアシスト機能が充実してるんで、それなりに見えれば、構図とかをしっかりと確認できればいいのかなというのがファインダーの役割なんですよね。ところがですよ、α7S3 になると、ファインダーがですね、900万ドットとかあるんですよ。で、しかもちょっと大きいんですよね。なので今日は、ファインダー性能をしっかり比較したいなと、自分の目で確かめたいなというところなんですよ。FX3 で写真撮ってて、トリミング耐性ないですけど、1000万画素くらいの写真でも十分、綺麗だったり満足できたりするんですよね。これシチュエーションによると思うんですけど。で、この写真も、最終的に引き伸ばしたりあんまりしなかったり、見る媒体が iPhone だったりするんですよね。そう考えたら、高画素機じゃなくてもっていうところもすごい悩ましいですし、何はともあれ、ソニーストアで実物見てじっくり考えたいなと。すぐ買うわけではないですからね。今は比較してみるのがいいのかなと。正直 α7 IV に決めたとしても、2ヶ月か3ヶ月ぐらい待たないと手元には来ないので、α7S3 の在庫ってどうなんでしょうね、今。買えるようになってからゆっくり決めてもいいのかなと。それではソニーストアでまた会いましょう。ソニーストア着きました。ちょっと行ってみましょうか。自分で持ち込んだ FX3 と α7 IV、そして比較用に α7S3 を出してもらいました。これで徹底的に比較してみます。α7 IV の新機能としてフォーカスマッピングっていうのがあるんですよ。前ボケの方がオレンジ系、後ろボケが青系で表示されて、ピントが合ってるところだけが透明になるというところなんですよね。被写界深度も分かってすごい便利そうでした。こちら α7 IV のファインダーですね。iPhone で撮るのには限界あるかと思うんですけど、十分綺麗だったんですよね。非常に見やすくていいファインダーだなと思いました。続いて α7S3 のファインダーなんですけど、すごいんですよこれ。圧倒的に綺麗で明るいんですよね。
非常に表示も大きくて見やすいんです。で、フォーカスブリージングのテストもしてみました。こちら 35mm の GM レンズつけてます。これはフォーカスブリージング補正オン。そして今度オフにするんですけど、全然違うんです。すごいずれるんですよ。時間少し空いたので、スターバックスで Mac 広げて作業をします。主に YouTube の原稿書きだったりするんですけど、たまたまですね、隣に居合わせた方、2人組の方なんですけど、カメラとか動画の話してて、ブラックマジックっていう単語が出てきて、すごい気になりましたね。はい、麻布テーラーでシャツフェアやってたんで見に行きました。こうやって生地の状態で並べてて、ここから2枚選んで自分の好み通りにオーダーしていく。形やサイズも様々に作り変えることができるよっていうものなんですよね。結構派手めのものもあって、カジュアルなものも作れたり、仕事用のワイシャツも作れるんですけど、今回ある程度仕事でもオフでも使えるっていうような、なんとなく中間のものを選んで作ってみました。さて、今日の4時終わりました。まずはワイシャツですね。こっち、今着てるのもそうなんですけど、麻布テーラーという、スーツとかワイシャツのオーダーを取り扱ってるお店なんですけど、年に2回シャツフェアといって、ワイシャツちょっと安くオーダーできるんですよね。それに行ってきたところです。年2回、2枚ずつ作っていくと、ちょうどいい感じなんですよね。シャツも消耗品ですからね。それよりも、やっぱりソニストア、α7 IV ですよ。いろんなことが分かりましたね。実際、触ってみたんですけど、まずグリップからして違うんですよ。今平日だったんで、もう全然お客さんいないので、じっくり店員さんの方と、話をしながら、α7 IV と α7 S3 を比べることができたんですけど、持った感じのグリップからもう違うんですよね。ちょっと α7 IV の方が深くなって持ちやすくなった印象はありました。その他にもバリアングル液晶を開く時の、切り書きが下の方に移動してたりとか、露出補正ダイヤルが露出補正以外にも使えて、ロックもしっかりかかるようになったりとか、いろいろといいところありましたね。そして一番気になっていた、ファインダーの部分。やっぱり比べると α7S3 のファインダーって圧倒的に綺麗なんですよ。最初7-4見て、すごい綺麗だなと、いいじゃないかと思って、7S3 覗いたらもう相当違いがありました。大きいですし明るい。ただですね、α7-4 のファインダーも決して悪くはないんですよね。しっかりと構図掴むにはちょうどいいですし、なんだろうな、これでイヤ感がすごく伝わってきます。ピントの山とか掴むっていうのも、フォーカスマッピングっていう新機能で、ピントの合ってる位置、ピント合ってない位置っていうのを色分け表示してくれたりとか、そういうのもありますし、拡大縮小なんかもしっかりできるんで、すごくいいなと。ただ、動画で 4K 撮影の時だけ、なぜかファインダーがすごいカクつくっていうのが現象としてあるんで、仕様なのかバグなのか、いまいちわかんないんですけど、静止画、写真撮る上では問題ないですね。で、ファインダーがある程度良かったっていうのと、あとは 4K60p 問題っていうのは、割り切りが必要というところなので、α7S3 と α7 IV と、どっち買うかって迷ってた部分に関しては、今はもう8割方 α7 IV を買おうかなって気になってます。あとはやっぱり α7 IV ちょっと金額が上がっちゃってて、今予算的には難しいなというところなので、ちょっと待ちなんですけど、実際今撮ってるのこれ iPhone なんですよね。で、普段の YouTube には FX3 と使ってて、動画のサブカメラって考えたときに、当然 α7 IV の方が圧倒的に使いやすいんでしょうけど、iPhone も
悪くないんですよね。この体勢で少し行くことができるのかっていうところ。で写真撮る時の、ファインダーのなさっていうのをどうカバーしていくかっていう FX3 でできるのかっていうところ。そこが気になるところですよね。なんだかんだいろいろ理由をつけて買っちゃいそうな気はするんですけどね。それでも、スペックがちょっと違うような、似たようなカメラ。そういった微妙な違いをしっかりと比較できるっていう上で、実店舗に行けてよかったなというふうに思います。たまに平日休みだとこういうふうにゆっくりと商品見れたりとか、出かけることができるっていうことで、いい気分転換になりました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はこんな感じでちょっと Vlog っぽくお届けしました。α7 4、α7S3、悩まれてる方あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、こういった違いがわかるっていうのは、いい体験だったなというふうに思います。もう外も暗くなってきましたんで、今日はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。